なすけです。ということで、今回の動画は、この前ね、初耳学っていうので、林修先生が運動しないで痩せる方法があるみたいなテレビの番組をやっていたらしいんですけれども、内容を少し見ましたら、ソイプロテインか、ホエイプロテインかってこの2つプロテインがあるんですね。この2種類の中で、どっちを飲むのが運動をしないで痩せることができるのかみたいな放送内容だったらしいです。そこで正解はソイプロテインを飲めば運動しないで痩せることができますみたいな放送内容だったらしいんですよ。じゃあみんな、うわ、そっかそっか、じゃあソイプロテインを飲めばどんどん痩せるんだ。運動しないで痩せる方法見つけちゃった。見つけちゃったよ。見つけちゃった。これ世紀の大発見ですか？運動しないで痩せることができるんですか？みたいなね、声がいろいろありました。そんな中で、この放送内容はちょっと誤解を招くなーって僕はなんとなく思いました。ソイプロテインをただひたすらに飲めば痩せる。この知識っていうのはちょっと間違ってるんじゃないっていう僕の考え方です。最初に一つ言っておくと、プロテインダイエットっていうのは、これは最速で間違いなく体を変えることができます。しかもめちゃくちゃいい方向に体を変えることができます。ただ、ソイプロテインを飲むだけでは変わらない。これは頭に置いていただきたいなと思っております。僕がソイプロテインダイエットをするとしたら、やっぱり前提条件っていうのがあるんですね。これを守っておけばソイプロテインは成功するんじゃないのっていうのがあります。じゃあ初心者の人がどうやってソイプロテインを飲めばいいかっていうと、まずは自分のカロリー、どのぐらいのカロリーで痩せるのかっていうのを把握する。ここから始まるんですよね。なので、大体、本当は最初は大体で大丈夫です。自分の消費するカロリーっていうのを大体決めていただいて、男性だったら2000カロリーとか、女性だったら1000何百キロカロリーとか、おおよそ決めていただいて、その範囲内でソイプロテインを飲む。そのカロリーに収まる中でソイプロテインを飲むっていうのがまず大切です。ただ普通の自分の食事に合わせてソイプロテインを飲むっていうのは、これはもうカロリーをプラスわーってなるだけなんで、まずはカロリーの中でプロテインを飲むっていうのがまず大切です。で、その中でですよ、自分が普段食している食事とか、自分の食事内容の一部をプロテインに置き換えるとか、お腹が減ったらお菓子ではなくてプロテインを飲むとか、こういう食事の変化、こういうプロテインの使い方を行うことによって体を変えることができます。なので、ただソイプロテイン飲めば痩せるわけではなくて、置き換えてソイプロテインだったりとか、置き換えてホエイプロテインを飲めばいいということになります。またこのホエイとソイの違いなんですけれども、ソイっていうのは大豆ですよね。大豆なんで髪の毛を良くしたりとか、肌を良くしたりとか、そういう効果があったりします。ホエイプロテインっていうのは動物性のプロテインになるので、筋肉をよく作るプロテインと言われております。僕はダイエットするんだったらソイよりもホエイがいいかなって思うんですよ。やっぱダイエットっていうのは、マラソンみたいに長期的にやっていくものなんですね。そんな中で毎日代謝っていうのをどんどん上げていった方がダイエットは痩せやすくなります。そんな中でですよ、筋肉がつくホエイプロテインを飲むことによって筋肉がちょっとずつついていけば毎日代謝は上がっていくんだと僕はそう考えております。ソイプロテインを飲んでもいいんですけれども、なんだったら長期的にやるんだったらどんどん代謝上げていった方が、ダイエット的には楽になるんじゃねって思うじゃないですか。なのでソイプロテインよりもホエイの方がいいかなと思います。女性でマッチョになるからホエイプロテイン飲みたくない。ホエイだけはやばい。だってマッチョになっちゃうもんっていう話をよく聞くんですけど、そんなにすぐマッチョにはならないと思うので、まずはちょっと一杯飲んでもうパキンガーめっちゃでかくなっちゃったっていうことはマジでないので、もう本当に変わらない、ほぼ。でもこのビビたる変化の積み重ねっていうのがプロテインなので、最初ホエイプロテインを試していただければなと思います。ということでですね、今回は運動しないで痩せるという話が話題になっているので、僕が運動しないで痩せるんだったらこういうことをやるなっていうのを5個10個になっちゃった5個準備してきました。なのでそれをちょっとお話できたらなと思います。で、僕今絞りの状態っていうのは腹筋がちょっと見える程度、こんな感じですね。僕トレーニングはだいたい1日30分ぐらいしかしてないので、言ってしまえば30分しか運動をしてないんですよ。じゃあどういうことを意識してるのかっていうのをお話しできたらなと思います。じゃあまず1つ目、
食事は質よりも量を意識しましょうということです。ピザとか食べてると、それって筋肉に良くなくないとか、それって太っちゃうんじゃないのとか、減量してる時にちょっとマック食べてると、マックって太っちゃうんじゃないのってよく言われるんですよね。でもその食事の質自体はあまり良くないかもしれないんですけれども、1日の量だったりとか、その食事の量っていうのを大切にすることが大切です。なので、僕はよく PFC バランスとかって言うんですけど、食事の栄養素のバランスみたいのが、それを乱さないように僕は生活してますが、初心者の方は PFC バランスを意識するのはなかなか難しいと思うので、まずは質よりも量を意識してくださいっていうことを大切にしてください。急にね、ダイエットし始めて、今日から毎日オートミールだけ食べますとかっていう人もたまにいるんですけれども、その質を変えるのではなく、まずは量から見直してみて、でその量がどのぐらいのカロリーなのかっていうのを把握できたらさらに OK です。ジャンクフードがダメというわけではなくて、ジャンクフードをちょっと食べるとか、この質よりも量を意識してみるっていうことを大切にしてみてください。2つ目、睡眠不足っていうのはダイエットの天敵です。睡眠なんか関係ないじゃん運動も関係ないし、回復するだけでしょ。睡眠なんか関係ないから、いいの。寝不足でもいいのっていう、そこのあなたダメです。睡眠不足はめちゃくちゃ太りやすくなります。睡眠不足になると、セロトニンっていうね、幸せホルモンっていうのがなくなってくるんですよ。幸せじゃないと人間ってなぜか食事をたくさん取ろうとしてしまうらしいですね。なので食事がどんどん増えてしまうと、これがまず睡眠不足の弊害。どんどん食事が増えてしまうというところ。もう一つは、睡眠不足が短いと満腹中枢、こうやって満腹に感じるじゃないですか、人って。食べたら満腹だなーって、その満腹に感じるこの体の感覚っていうのがレプチンっていうね、ホルモンで制御されてるんですよ。そのレプチンが減ってしまうので満腹になりづらくなる。睡眠不足になると満腹になりづらくなる。プラスこのね、空腹ホルモンっていうのもあるんですよ。でこの空腹ホルモンのグレリンっていうやつ、グレリン酸が増えてしまうので、グレリンが増えることによって食事が食べたくなる。で満腹にならないしお腹減るしみたいな。睡眠不足になるとこの2つが来るので、そりゃ太りますよねっていう話なんですよ。なので睡眠不足はダメです。そして3つ目、これはよく言われるんですけど、お水をたくさん飲む。これ本当にすごくて、お水を飲むと、お水って自分の体温よりも低いじゃないですか。低いお水を飲むと体の体温っていうのがちょっと下がるんですよね。そうすると体は温めようとする。お水が20度ぐらいでどんどん20度飲んで体温が20度になっちゃった冷たみたいなことってあんまないじゃないですか。体っていうのは35度とか6度ぐらいで保ってくれるじゃないですか。それっていうのはお水を飲んでも体を温めようとしてくれるような働きが行われます。なのでお水を飲むと代謝がどんどん上がるっていう、そういう仕組みですね。なのでお水をたくさん飲むように意識するとめちゃくちゃ代謝が上がります。そして4つ目、これは先ほどもちょっとお話ししたんですけど、プロテインを何かに置き換えるっていうのが大切です。プロテインっていうのは1杯だいたい100キロカロリーぐらいなんですよね。自分がとっている食事の100キロカロリー、何か自分の食べてるもので100キロカロリーないかなっていう、この100キロカロリーでちょっとジャンクそうなもの、それをプロテインに置き換えちゃう。もうお菓子とか食べてるんだったらそれをプロテインに置き換えちゃう。プロテインっていうのは最近めちゃくちゃ美味しいし、デザート感覚で取れるようなものばっかりなので、置き換えちゃってプロテインをまず飲んでみたら、プロテインってこんな美味しいの、これで痩せるなら飲むわってなるんですよ。なのでぜひちょっとプロテインと何かを置き換えるということをね、ぜひやっていただけたらなと思います。そして最後、これはめちゃくちゃ大切です。迷ったら脂質を見ろ。迷ったらもう栄養素ね、この食品の裏にね、脂質っていうのが書いてあるんですよ。絶対脂質がどのくらいなのかっていうの書いてあるんですけど、例えば今日アイス何食べようかな、でもちょっとダイエットしてるし、ちょっとヘルシーそうな牛乳のなんかちょっとやつにしようみたいな。それちょっと脂質見てください。アイス迷ったら脂質を見る。食事で迷ったら脂質を見る。お弁当で迷ったら脂質を見る。そして比べてみて低い方を選んでみてください。だいたい僕の感覚だと脂質12、13ぐらいを超えると結構脂質あるなーっていう感覚があります。1食あたり。なので脂質を見る。で脂質を見て比べる。この習慣をつけるだけでかなり変わってきます。はい。ということで、僕の運動しないで痩せるならっていうところで意識しているルーティンをまとめてみました。人によってやっぱりアプローチっていうの変わってきて、人によってどういうのが合ってるとか、
これが絶対正解っていうものはないので、僕がやっているオンラインサロンであれば、個人個人で相談をしつつ、その人に合ったアプローチとか、その人の理想の体に合った方法っていうのをご提案とか、一緒に解決することができるので、ぜひオンラインサロンでもお待ちしております。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。Like you, be strong to hold the powers of the sun.